回はこちらのダイヤモンドグラニーをつなげて、面白い幾何学模様になったレジ袋型のバッグを編んでいこうと思います。画面で見ると少しね色が違う感じに薄く映っている気がするんですが、こちらは七色彩色のネオンカラーを使いました。結構ね画面で見るよりパキッとして目にチカチカくるようなネオンカラーの糸を使っています。太めの糸なのでサクサク編めて結構ねいい感じの使いやすい大きさに仕上がるんじゃないかなと思います。ここ1枚がダイヤモンドグラニーなんですが、これをねつなげるとこんな幾何学模様になって真ん中はダイヤで、ここはねダイヤが少し大きいちょっと丸い感じですね。このちょっとね面白い模様がネオンカラーでさらに面白くなってるんじゃないかなと思います。使用する糸は七色彩色のネオンカラーを2色使います。使用するかぎ針は8号の 5mm を使っていきます。バッグの大きさを見ていきます。平置きの状態で横が約27センチ、持ち手までの長さが約40センチ、41センチくらいになっています。で、これはマチがあるので結構ね膨らんでたっぷり物が入ると思います。1枚のモチーフの大きさですね。約13センチの、モチーフを全部で16枚つなげるとこのようなレジ袋型のバッグになります。落ち着いたカラーでね組み合わせてモノトーンなんかで編むのもすごくね可愛く仕上がると思います。はい、それでは今回は、途中まで編み進めています。ネオンオレンジとネオンブルーですね。この2色を使って、編んでいきたいと思います。ではまずこの1枚のダイヤモンドグラニーの編み方から説明していきます。そしてその後、こちらはですねつなげながら編んでいくんですが、つなげながら編んでいく方法も紹介して、最後に、この形をですねバッグに仕上げていく方法に行きたいと思います。はい、詳しい糸の情報を見ていこうと思います。七色彩色ネオンカラーですね。こちらのネオンカラーは楽天市場の、毛糸雑貨ストアーズさんで購入できるものとなっています。こちらのネオンオレンジはカラーナンバー3番ですね。アクリル 85%、毛が 15%、約 30g で 52m あります。棒針だと10号から12号で、鍵だと8から10号となっています。すでに使いかけですが、ネオンブルーはカラーナンバーが05番です。それでは編み始めます。糸端は少し残して親指と中指でこのように持ちます。そして人差し指と中指の向こう側から糸玉側の糸をくるっと回転させて左手を返します。そして手前の糸の下から針を入れて、左側の糸ですね、この糸をかけて引き出してきます。そしてかぎ針をくるっと回転させて糸を交差させたら、糸玉側の糸を針にかけて、針にかかったループをくぐり抜けます。そして左手は輪から引き抜く。小指と人差し指に糸をかけたらこのような形になります。鎖1が出来上がっていて、この鎖1は引き締めずに進んでいきます。
もう一つ鎖を編みます。針に糸をかけたら輪の中に針を入れ、糸をかけて持ってきて、かけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く、針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて持ってきたらかけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く。鎖2目の立ち上がりと長編みが2目編めました。鎖を2目編んで角を作ります。針に糸をかけたら輪の中に長編みを3目編みます。かけて2本引き抜く、かけて2本引き抜くを2回やって長編みを1つかけて輪の中に針を入れ、糸を持ってきたらかけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く。長編みが2つ編めたので3つ目、長編み3目が編めたら鎖2目を編んで角を作ります。そして長編みを3目、編めたら角を作ります。鎖を2目、針に糸をかけてまた長編みを3目編みます。ここまで編めたら最初に輪を作った糸端、これをぎゅーっと引っ張って輪を引き締めます。では、最後段を閉じる時に角を作るんですが、針に糸をかけて最初に立ち上がりで作った鎖2目目、1、2目目に針を入れて輪を引き締めた糸端を針の上に乗せます。そしてここで次の色を用意してこのように針の上に乗せます。しっかりと後ろ側で押さえたら、今まで編んでいたオレンジの糸を針にかけて引き出してきます。針に3本ループがかかった状態です。そしたらここで、ブルーの糸に持ち替えてブルーでループ3本を引き抜きます。中長編みが編めた状態になります。では糸端2本と、まだつながっているオレンジの糸ですね、これは編みくるんで進んでいきます。2段目、針をすぐ下のスペースに入れてブルーの糸をかけて出してきます。そしたら針にかかったループをくぐり抜けて鎖が1つ編めました。鎖を2目編んで針に糸をかけ、すぐ根元のスペースに糸端は全部編みくるみながら長編みを2目編みます。編めたら針に糸をかけ、次の角のスペース、ここに針を入れて糸端は全部編みくるむので3本とも針の上、糸をかけて持ってきたら長編みを編みます。ここも長編み3目、角は長編み3目、鎖2目、長編み3目を編みます。長編み3目編めたら鎖2目で角を作り、また同じスペースに糸端を編みくるみながら長編みを3目入れます。
次の角も長編み3目鎖2目長編み3目を編みます。糸端は編みくるめるところまで全部編みくるみます。休めているオレンジの糸はずっと編みくるんで進んでいきます。はい、この角にも長編み3目鎖2目長編み3目が編めました。次の角も同じように糸を編みくるみながら長編み3目鎖2目長編み3目を編みます。はい、3つ目の角が完成しました。最後は最初に、長編み3目を編み入れた角ですね。ここに糸を編みくるみながら長編みを3目編みます。はい、編めたら針に糸をかけて、この段の、閉じ方も最後中長編みで角を作って閉じます。ですが糸を変えながら、中長編みを編むことになるのでちょっとね順番がややこしいかもしれないです。最初に作った立ち上がりの鎖、上の鎖に針を入れたらオレンジの糸は針の上、ブルーの糸で糸を引き抜いてきたらオレンジの糸に持ち替えてオレンジの糸で全部引き抜きます。そして3段目、すぐ下の角のスペースに針を入れオレンジの糸をかけて持ってきたら針にかかったループをくぐり抜けます。そして鎖を2目、針に糸をかけたら同じところに長編みを2目、そしてこの2目目の長編みを途中まで編んだ状態で次はブルーの糸に持ち替えます。ブルーの糸をかけて2本引き抜いて長編みを完成させます。では次はオレンジの糸は、なるべく見えないようにですね、この編み地の長編みの頭の後ろ側に沿わせるように押さえたままブルーの糸で次のスペースに長編みを3目編みます。そして長編み3目目途中まで編んだらオレンジの糸に持ち替えてオレンジの糸で最後の一つの操作ですね、ループ2本をオレンジでくぐり抜けて長編みを完成させます。そしたら今度はブルーの糸をこのね長編みの頭の後ろにきれいに沿わせるように手で押さえながら編みくるんで進んでいきます。次の角にはオレンジで長編み3目鎖2目長編み3目を編みます。そしてここも最後の長編みを編む時に色を変えます。ブルーの糸に持ち替えてブルーの糸で長編みを完成させる。オレンジの糸は編みくるんで進んでいきます。次のスペースにブルーで長編みを3目、
の、長編み3目目の時にもオレンジ色に糸を変えます。これを繰り返して、色を変えながら編んでいきます。角はオレンジで長編み3目、鎖2目、長編み3目です。こちらの角の最後の長編みの時にも色を変えます。最後の長編み途中まで編んだらブルーの糸に持ち替えて、オレンジの糸は後ろで休めて、ブルーの糸で長編みを完成させます。そして糸は後ろでね編みくるみながら、次のスペースにブルーで長編みを3目、この長編み3目目でもオレンジの糸に色を変えます。最後の操作でオレンジの糸で、完成させます。また角はオレンジで長編み3目、鎖2目、長編み3目、そして最後の長編みを未完成の状態でブルーの糸で完成させます。ブルーに持ち替えたら最後の長編みをブルーで引き抜きます。このね長編みの糸ですね、緩みやすいので少し引っ張って整えてから後ろで編みくるんでいきます。次のスペースにブルーで長編みを3目、3目目でまたオレンジ色に変えます。そして最後の角、長編みを3目、ここでは、色を変えずにオレンジのまま編み進みます。最後、ここの角ですね、鎖2目ではなく中長編みで段を閉じます。針に糸をかけたら最初に立ち上がった鎖3目目ですね、ここに針を入れて、ブルーの糸は針の上、オレンジの糸をかけて引き抜いてきたらブルーに持ち替えて、ブルーの糸で3本一度に引き抜いて中長編みを完成させます。こんな感じで色を変えながら3段目が編めました。4段目、すぐ下のスペースに針を入れ、青い糸、ブルーの糸をかけてきたらそのまま引き抜きます。そして鎖を2目、針に糸をかけてオレンジの糸は後ろで編みくるみます。スペースに針を入れ、長編みを2目編み入れますが、2目目でオレンジに色を変えます。そして、次の2つのスペースは2つともオレンジ色で編んでいきます。オレンジで次のスペースに長編みを3目、そのままオレンジ色で次のスペースに長編みを3目入れます。3目目でブルーに色を変えます。長編み途中まで編んだらブルーの糸に持ち替えてブルーで
引き抜いて完成させます。そして角はブルーで長編み3目、鎖2目、長編み3目です。最後の長編みでオレンジ色に色を変えます。オレンジに持ち替えて糸を変えたら、同じことを繰り返していきます。このブルーの角からブルーの角まで色を変える操作をしながら、ブルー、オレンジ、オレンジ、ブルーと編みます。角には必ず鎖2目が入ります。ここから先もブルー、オレンジ、オレンジ、ブルーと色を変えながら編み進めていきます。オレンジで次のスペースに長編みを3目、そのまま次のスペースオレンジ色で長編みを3目編み入れますが、3目目でブルーに色を変えます。長編みを途中まで編んだら、ブルーに持ち替えてブルーで長編みを完成させる。そして角ですね、ブルーで長編みを3目、鎖を2目で角を作って、また同じスペースにブルーで長編みを3目、そして3目目でオレンジ色に色を変えます。はい、こちらの辺もブルー、オレンジ、オレンジ、ブルーと編みました。残りも同じように色を変えながら進んでいってください。はい、最後の方まで進んできました。ブルー、オレンジ、オレンジときて、オレンジの最後の長編みブルーで完成させたら、最初に編み入れたブルーの角に来たので、この角に残りのブルーで長編み3目を編み入れます。編めたら最後の段を閉じるときは中長編みで段を閉じます。針に糸をかけて立ち上がりの鎖3目目、針を入れたらオレンジの糸は針の上、ブルーの糸をかけて引き抜いたらオレンジの色に持ち替えてかけて3本引き抜きます。これで4段目ができました。では次5段目、5段目が最後になります。針をすぐ下のスペースに入れてオレンジの糸をかけてきたら、そのまま引き抜きます。鎖2目で立ち上がって針に糸をかけ
同じスペースに針を入れて長編みを2目編みますが、最後の長編みでブルーに変えます。色を変えたら次はスペースにブルーで長編みを3目入れますが、最後の長編みでまたオレンジ色に変えます。オレンジに変わったら次のスペースにオレンジで長編みを3目、この3目目でまたブルーに変えます。では次のスペースはブルーで長編みを3目、そして3目目で今度はまたオレンジに色変えをします。はい、オレンジブルーオレンジブルーときたので、またこの角はオレンジで編んでいきます。オレンジで長編み3目、鎖2目、長編み3目です。そして最後の長編みでブルーに色変えをします。こんな感じで1辺編めました。最後の5段目はすべての1つのブロックごとに色を変えて編み進めていきます。では繰り返しぐるっと最後まで編んでいきます。5段目最後の方まで編んできました。ブルーの2つ目のブロックですね。最後の長編みでオレンジ色に変えるところです。オレンジの糸に持ち替えて長編みを完成させたら、最初にブロックオレンジ色のブロックを1つ入れた同じ角に、ここもねブルーの糸しっかりと後ろで編みくるみます。長編みを3目入れます。そして、最後ですね、ここの角、全部で5段で完成となるんですが、この角は鎖2目を編んでチェーンステッチで、最初に編んだ立ち上がりではなく次の長編みのところですね。次の長編みに、とじ針で糸を通してチェーンステッチで、段を終わります。でこの段の閉じ方についてはちょっとね後で説明します。ここ最後鎖2目で段を閉じた状態として、これが1枚のモチーフとなります。では、このまま私は編みつなげていく方法に説明に入っていきます。では、すでに編みつながっているものがこちらです。こちらですね。まずですね、バッグの袋となる部分は12枚を長方形につなげていきます。そしてこことここと、反対側こっち側にも同じようにこことここですね、これからつなぐこの1枚飛び出た、この4枚はこのように折りたたんで
ここですね、飛び出た4枚、表側と裏側に1枚ずつくるんですが、ここは持ち手になります。つなげ方は好きな順番で構わないんですが、端っこからね順番につないでいくのがやりやすいかなと思います。そしてですね、まず1枚目完全に編み切ります。5段目最後まで、1枚だけで編み終わったら、2枚目をこの一辺に編みながらつなげていきます。2枚目がつながった状態だとして、3枚目2枚目のこの辺のところに編みながらつなげていく。4枚目もこの辺に、3枚目のこっち側ですね、編みながらつなげて、5枚目も4枚目のここだけ編みつなげる。でどんどん進んでいくと、例えばこのモチーフですね、このモチーフはこの辺とこの辺2辺つなぐことになります。つなぎ方は同じなので、今私が、編み進めているこの途中の状態ですね、この角2辺をつなぐ編み方で説明していきます。この角ですね、ここにここからここまで編みながらつなげていく方法をやっていきたいと思います。これは一旦、2辺目までほどいていきます。モチーフを5段目の1辺を編み終わった状態までほどいてきました。今進んでいる部分はこのオレンジ色で編んでいる角の部分ですね。オレンジ色で角にブロックを1つ編んだ状態です。そして、鎖2目で角を作っていたと思うんですが、鎖1つを編んだら、すでに編みつなげてきたこちらのバッグ本体ですね、同じオレンジ色の角につなげます。このループから針を抜いて、角に上から針を入れます。この状態ですね。こちらのモチーフにつなげるので、この角に針を入れた状態。そしたらループに針を戻して、このループを角から引き抜きます。引き抜いたら鎖1を編んで、角の鎖2目めが編めた状態になりました。そしたら糸をかけて、途中になっている角に残りの3目を編みます。長編み3目ですね。そして3目目でまたブルーに糸を変えます。ブルーの糸を持ってきて、長編みを完成させる。そしたら少し引き伸ばして針を抜いて、こちら側つなげている側の次のスペースに針を入れます。入れたらループに針を戻して、このループを持ってくる。持ってきたら引き抜かずにそのまま針に糸をかけて、こちらのモチーフですね、編んでいる途中のモチーフの次のスペースに針を入れ、糸は後ろで編みくるみます。長編みを編む。長編み3目で、3目目で色をオレンジに変えます。変えたらまたこのループも少し引き伸ばして、こちら側本体側の
次のスペースに針を入れて、ループに針を戻し、このループを持ってくる。持ってきたらそのまま針に糸をかけて、次のスペースに長編みを3目、3目目で色を変えます。ブルーの糸に変えて長編みを完成させたら、このループを少し引き伸ばして次のスペースに針を入れてループを持ってくる。持ってきたら針に糸をかけて、ここ緩まないように気をつけて、しっかりと、こちら側の編み地にくっつくような感じで押さえておくといいですね。次のスペースに針を入れ、糸はずっと編みくるんでいます。長編み、これも長編み3目を編んだら3目目で色を変えます。だんだん、編みつないでいって編み地が大きくなってくると、ちょっと編みつなぎにくくなってくるんですが、扱いにくくなってきますが、このようにつなげていきます。オレンジのループも少し引き伸ばして、こちら側の次のスペースに針を入れ、ループに針を戻し、このオレンジのループをこのように持ってきたら、針に糸をかけて角ですね、角に針を入れ、長編み3目、そして、今はこの123枚の角につなげている状態なので、次の鎖位置を対角線上のこちら側の角ですね、ここの角に引き抜くんですが、2枚つなげる状態の時は隣の角ですね、ここに針を入れてこのループを引き出してきてください。今はすでに3枚つながっている状態なので、対角線の角に針を入れてループに針を戻し、このループを持ってきたら引き抜いて鎖を1つ編んで、こちらの角にまた長編み3目を編みます。3目目で色を変えます。青い糸に持ち替えて青で長編みを完成させる。そしたら今度は向きが変わり、今度こっち側のこの辺につなげていきます。ブルーのループ少し引き伸ばして、今度はこちらですね、ここに針を入れてループに針を戻し、ループを引き出してきたらかけて、次のスペースにブルーのブロックを編んでいきます。3目目で色を変えます。オレンジ色に変えたら引き伸ばして、次のスペースに針を入れ、オレンジ色のループを針に戻して引き出してきたら、針に糸をかけてオレンジのブロックを編む。3目目で色を変えます。またループを引き伸ばして次のスペース、こっちのモチーフの次のスペースに針を入れ、ループに針を戻し、ループを持ってきたらかけて次のブロックを編みます。
最後の長編みでまたオレンジ色に糸を変えます。変えたらループを引き伸ばし、次のスペースに上から針を入れて、ループに針を戻し、このループを持ってきたらかけて、角ですね、角に長編みを3目、ここは色を変えずオレンジのまま進みます。3目編んだらちょっと向きを変えます。はい、このような向きになりました。今度はここの角につなげるので、ここの角は鎖1目を編まずに、そのまま隣の角に針を入れてループを引き出して、鎖1を編んだらもう一つ鎖1を編んで、針に糸をかけ、今度はこっちの辺ですね、こっちの辺の長編み3目、角の長編み3目を編んで色を変えます。はい、端っこは角がこのようにつながっています。色を変えたら今まで通り一つブロック一つごとに色を変えて、長編み3目ずつ入れていきます。色を変えながら進んできて、最初に一つブロックが入っている角に来ました。残りの長編み3目を編んで、5段目の最後、段を閉じるときはオレンジ色で鎖を2目編みます。鎖2目を編んだら糸端10センチくらい残して糸をカットします。カットしたら針と糸を抜いて、とじ針に糸を通します。糸を通したら最初に編んだ鎖の立ち上がり3目がここにあります。その隣の2つ目の長編みですね。2つ目の長編みが、この2つ目の長編みの頭にこのように針を入れて糸を引き出します。そして今通っている糸がこれなんですが、最初に立ち上がりを作った、鎖3目目と同じくらいの大きさになるように糸を引いてきて、今度は、最後角の鎖2目を編みました。この2目目に鎖真ん中から針を入れて糸を引きます。今通した糸がこれですね。ちょうどいい大きさになるように糸を引いたら、裏返してこの辺りに針を入れて、あとは後ろで糸始末をします。同じ色の糸の裏側ですね。私は糸を割るように、この糸の
間に針を通すようにしています。糸を通して、ここでね糸をまた割りながら U ターンさせて糸始末をしています。オレンジの糸始末できたら、ブルーの糸も同じように同じ色のところで糸を通して糸始末をします。はい、これでつなげながら編むことができました。今編みつなげたモチーフはこちらです。この角から進んできてこっちまで2辺ですね。この2辺を編みながらつなげました。で、全体的には、持ち手がここに1つ飛び出していますが、さらにもう1枚編んでここにも1枚モチーフをつなげます。2枚飛び出した状態で3枚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 12枚の長方形に4枚のモチーフがこんな感じでね飛び出すように編みつなげていきます。全部で16枚こんな形につなげてきたら、あとはバッグの形に仕上げていきます。では私は最後の1枚をここにねもう1枚つなげてこようと思います。気になる方は、1枚つなぐごとにスチームを当てると、綺麗にね仕上がっていくのかなと思います。一番いいのは手加減を安定させることですね。一番いいんですが一番難しいことかもしれないです。このような形になるようにですねモチーフを16枚つなげていきます。全部つなぎ終わりました。端っこから見ると、上と下に1枚ずつ、そしてあとは3枚ずつを4列ですね。こちら側も上と下に1枚ずつで、このね端っこの真ん中の部分がモチーフがつながっていない状態です。この形につなげることができたら真ん中で折りたたんでこのようになります。レジ袋型の形になったんですが、この後は、この持ち手の部分ですね半分に内側へ折り込んでこのようなね形にしていきます。はい、それではこの後、このモチーフ2枚分の外側こことこちら側もこっち側このモチーフ2枚分を残っている糸のオレンジを使っていこうと思います。この長さの3倍4倍ぐらい取った方がいいかな。3倍にしておきましょう。 3.5 倍ぐらい糸を取ったらカットしてとじ針に通していきます。
そしたら、裏がこんな感じ、裏がねこんな感じになっているんですが、裏を中側にして半分に折りたたんで、ここからここまで1目ずつ、縫い閉じていくんですが、まずこちらの一番、底になる部分ですね、角に、糸始末をしなくてもいいように先に通しておきます。糸が抜けないように行ったり来たりさせながら、そして目を割るようにして糸を先に糸始末してしまいます。こんな感じで、今通した糸端はここですね。すごくギリギリまで通してこんな感じで糸を通してきました。では手前の角の鎖1目がここにあると思うんですが、鎖の間から針を出します。そしたら角のね鎖のところに来たので、ここも同じように鎖から鎖へ。はい、ここからここまでモチーフ2枚分ですね。繰り返してつなげてきました。最後、この角のところでつなげ終わると思うんですが、ここはしっかり、こっちの角の鎖から向こうの鎖まで2回くらいですね、糸を通して留めておきます。こんな感じですね。なので、この部分は内側に入るのでそんなに目立つことはないんですが、ここの角に合わせた色を使うといいかもしれないですね。はい、ではこれは内側に持っていって糸始末をします。片側こちら側だけを、モチーフ2枚分ですねつなげました。ここ、持ち手になる部分は端っこはつなげない状態ですね。そしたら反対側こちらもモチーフ2枚分を同じように、
閉じていきます。はい、こちら側も縫い閉じてきました。ここがね袋状になっています。そしたら次は、この持ち手の上の部分ですね、ここを閉じていきます。閉じ方は先ほどと同じで、このように合わせていただいて、表からですね、まず先に、裏側で糸始末をしてから、鎖から鎖に針を出して、反対側も同じように、つなげていきます。つなげ方は先ほどと同じなので閉じていきます。はい、閉じ針に糸を通したら、まず、手前にしようか。裏側に糸を先に通して糸始末してしまいます。裏側で糸を通してきたら、角に鎖2目があるので、こちら左側の鎖に上から針を入れて、隣の鎖からこのように出します。そして向こう側の、角の鎖と長編みの鎖、頭の鎖ですね、同じように糸を通して、先ほど閉じたのと同じようにどんどん糸を通していきます。はい、最後まで通したら、ここも角の鎖残りね1つなので、ここと向こう側の角の鎖ですねに針を入れて、そしたらこの、針と糸がついた状態で、持ち手のモチーフが半分になるように折りたたみます。こんな感じですね。角と角を合わせたら、今度はつながったままのこの糸を使って、こっち側に一つね角の鎖がそれぞれ残っていると思うので、表と裏にそれぞれ針を入れて、こっちも今度は表から裏の同じ位置の鎖ですね、角の鎖に針を入れて閉じます。ここも何回かしっかりと糸を通して
端っこなのでね、ギュギュッと閉じてしまいます。はい、こんな感じですね。しっかり閉じることができたら、このモチーフの中側に針を通していって糸始末をします。ちょっとカメラには映りきらないかもしれないですが、何度も糸を通して糸始末をします。はい、糸をカットしたら、このバッグの角ですね。バッグのこの1枚のモチーフになってると思うんですが、この角を半分中に折り込んで持ち手と同じ幅にしたら、これで完成になるので、反対側も同じようにここをしっかりと縫い留めます。でもしですね、私はこの角ね、あまり気にならないんですが、こうすぐね手で引っ張ると、手で引っ張り出すと角はねすぐ出てくる形になります。なので、もしこの角が荷物を入れている間に膨らんでくるのが嫌な場合は、内側でね、中側でこの角が外に出ないようにこのバッグの角を縫い付けるといいかなと思います。使い方によってはこの角を広げてね使うのもね可愛いんじゃないかなと思うので、お好きなようにアレンジしてみてください。はい、ではこっちの持ち手も縫い留めてこようと思います。はい、こんな感じで、持ち手を両方ともですね、縫い留めてきました。ここはしっかり留まっているので使っていてね問題はないと思います。で、このね内側を留めなかった理由は、まちが広がりやすいのでここはね留めなかったんですが、お好みで留めてここをねつなげて、お好みでここもね留めてもいいのかなと思います。ここ留めちゃうとバッグが広がりにくいので、私は開けてあります。こんな感じで2色レジ袋型の、バッグを編みました。面白いねグラニーダイヤモンドの模様をつなげてこんな幾何学模様になっているので、よかったらいろんなカラーでね遊びながら編んでいただけると嬉しいです。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。